スパイ。何これ。こちら僕の宮下スパイ。はいトークテーマでございます。何まあ本当にこれも一番最初多分1年前ぐらいにお話しさせていただいたんですけど、ディズニーランドのスターツアーズっていうね、スターウォーズのアトラクションがあるんですけど、あれか。そうまあそこで運がいいと、スパイはお前だって言って、指名されるっていう。この間あれまたお便り来たやつ。そうまたお便り来たんですけど、ちょっとそこから続いてて、で、僕が提唱している哀愁あるやつが選ばれる説をね、僕が言ってるんですよ。スパイに選ばれるんじゃない。スパイに選ばれるやつは哀愁があるやつなんじゃないかって、この意見のもといろいろ試しながらやってて、でとうとうこの間またお便りとして来たのが、哀愁ある先生がこう選ばれましたと。もう本当に哀愁ある説がちょっと濃厚になってきたデータとしてね、学校で修学旅行かなんかで行った時だっけ、固まってきてるんです今、なんでちょっとね、またちょっとお便りも来てるんで、ちょっと先に読まさせてください。これでなんかあれ論文書こうっつってたんだよね。なんかそうなの攻略法みたいな集めて、そう本出そうぜって言って、本出そうっていう、俺はこうやってスパイになったっていうちょっと本を俺は出そうと思ってスパイ完全攻略本だ。完全攻略本スターツアーズ攻略本分厚いのにしようと思ってるから、これで君も明日からスパイになれるみたいな。めっちゃいいじゃん。出そうと思ってるんですよ、でちょっとねこれまたちょっと違う角度からなんですけど、お便り来たんだ。そういつも楽しく、拝聴させていただいております、これあれだな、ラジオネームがないですね。ちょっと消えちゃってるかな。もう匿名の人からじゃない。じゃあもう匿名の方から情報だけをとりあえず。これはありがたいですよ。本当の調査員だ、本気の。5月14日更新の美容室問題にて、スターツアーズで哀愁のある人がスパイに選ばれやすいという話がありましたが、私はディズニーシーのアトラクションタートルトークの最初に指名されやすい人です。タートルトークというね、カメがこうバーッと喋る、クラッシュが喋るやつなんですけど、タートルトークは基本的に手を挙げた人から指名されますが、一番最初にクラッシュからお前たち最高だぜうおーの下りの説明の際に、場内からランダムに指名されます。何を指名されるの？わかんない。俺もねタートルトークは正直行ったことなくてわかんないです。多分なんかこう指名されて何をやんなきゃいけないんですか、うおーをやるとかなんじゃないですかね。で今まで4回ほどタートルトークを楽しんだことがあるのですが、4分の3最初に指名されました。めっちゃすごいじゃん。もはや私以上にうおーをうまくできる人はそういないのではないかと思う。だからうおーをこう言って指名されたんだね。でちなみに指名されなかった1回は何人かのグループでアトラクションを楽しんだ時で身内乗りで騒がれないように外されたのだと思います。これも完全にさあこの間言ってた説と同じだ。もう一緒もうすごい。これすごくない？実証された。そしてこの後です、私はおそらく哀愁のある顔だと思います。飲食店で働いており、オフの時は疲れた顔をしていることが多いらしく、年齢よりも年上に見られたりすることも多いです。哀愁だけではないと思いますが、宮下草薙お二人は他にどんな基準で選んでると思いますか？やっぱり AI なんでしょうかね、という。いやもうそうじゃん。じゃあこれでこうやってねお便り送ってくれる方がいるんで、僕ほんと先日、行ってきましたディズニーランド自らやっぱこう自ら調査員として乗り込んだんだ。やっぱ説をやはりね僕は実証したいと思いましてすごい行きました。もうついに宮下がついに俺がとうとう自力で集め出した情報そうなんだ、足でやっぱ稼ぎたいからすごい。そうでしかもねこれすごいのが小雨の日です。言ってたでしょちょっと雨に濡れるとかいいんじゃないかみたいな。小雨の日に一人で奥さんと、奥さんも連れて、妻と一緒に行ったんですけど、でまず俺一人で行ったのよ。やっぱ哀愁のために、でもそれこそ小雨降ってるけど、ちょっと傘ささずね、ちょっと濡れたの。濡らしたんだ。ちょっと濡らして、それなんで濡らすとよかったんだっけ？なんか哀愁漂うんじゃないかって濡れることによってこいつやっぱ濡れるって一番不快じゃん結構人が生きててさ濡れるってなかなかの不快だから、そうこれを自分を濡らすことでこう本当の意味で不快になってちょっと哀愁漂わすっていう意味で一人で乗り込んで作ってったんだね。でこれ俺の前に親子がいてね、でこれはもうラッキーなのよ。やっぱ親子でなかなか選ばれるっていうのは子供とかは可能性あるのよ、結構。でも確かになんかこう場が盛り上がるから、ただ親子の親は選ばれないなっていう感じもちょっと俺の中であるんで、もうほんと幸せそうな親子だったの。
でこれちょっとまず最初にちょっとオチから言っちゃうんだけど、これねこの目の前の親子のうちのお父さんが選ばれたのよ、この俺が濡れた回は。そうでなぜかっていうと、お父さんと、親子で並んでたんだけど、子供がちょっとぐずっちゃって、お母さんが子供をね連れて外行っちゃったのよ、お父さんを残して。でお父さんが一人になっちゃったの。でも一人じゃんか。そうでもその間ずっとその背中が俺寂しそうで、俺もこいつ愛愁すげえじゃんと思ってすえーと思って。いやもうそれはでもそうでも列がもう進めば進むほどやっぱもうすごいの、お父さんの愛愁一人になっちゃったよっていう。それそういやそれはでもそう勝てないよ。これ勝てないわと思って作った哀愁じゃないもん、宮下みたいに。もうそうなんそうもう真の哀愁じゃんでも店員さんがバーって来て、で案内してくれるのよね、こっち行ってくださいあっち行ってくださいみたいな。でもその時ももう店員さんが「お一人ですか?」って聞くのよ。そうでもそれに対してもお父さんがもう「一人です」って「ひろしです」の言い方一人ですすごいもう悲しそうな哀愁の塊だもん。一番哀愁の言い方いやもうひろしですの言い方じゃんと思ってつえーと思ってだってその時点で宮下はやべえって思ってたの。やべえと思ってこれはもう、勝てないよお前って思いながらでも案の定選ばれて、ただこれは俺にとってすごかったの。だから一人でめっちゃテンション上がってたの。予想が当たったの。うわーと思って、お父さんやっぱ選ばれんじゃんと思って、これが哀愁だと思って、これは来たなって思って、じゃあ次こそ証明しようと思って、でまた俺一人で乗ろうと思ったんだけど、じゃあ妻がさすがに意味わかんなすぎるといやいやディズニーランド来てお前何やってんだみたいなさすがに遊ぼうぜみたいな。その間どうしてたの？いやちょっと待ってたの。1回目の間は1回目は奥さん待ってくれる。奥さんが雨の中外で待ってたのよそうだからこれはちょっとさすがに意味わかんないって言っていろいろだから他も乗ってね、まず2人で美女と野獣とかすごいの、美女と野獣めちゃくちゃいいの、もうほんと鳥肌立つぐらいなんかストーリーをこうすごい再現しててめっちゃ良かったのよそれも。でその楽しんでちょっと楽しみすぎてちょっと哀愁ないなって思って。そうだね、幸せだもんね。もうそうだからスターツアーズは2人で行くのはやめて、先にちょっと行ってくれって言ったのよ俺妻に。乗るにしろ先に妻に行かしてバラバラに行こう。そうで 4,5 人ぐらい入ったところを見計らって俺入るわみたいなそうでそれで結構マジでちょっと口論になったんだよ。そりゃそう。いや意味わかんないってそれみたいな。何なのそれみたいな。いいじゃんみんな嘘で言えばみたいな。いいよ嘘でみたいな。いや俺はそういうのやりたくないみたいな。実際にやっぱ哀愁漂わすには研究で来てんだもんね。そうそうそう。でもこれで結構喧嘩になったの。だから本当の意味で俺も哀愁漂い始めた。結構ガチで口論したからでも妻がじゃあいいよじゃあ行くよみたいな、こう普通に一人で入ってった。でそれ俺見て、一人で行っちゃったなと思ってこれも余韻に浸って今哀愁をこう自分の中でね盛り上げるために育ててんだ哀愁。そう行っちゃったな妻で俺これから一人で乗るんだなみたいな。でグループ楽しそうだな何してんだよ楽しそうなグループ入ってったなみたいな見て、でも俺は一人なんだみたいな感じでついにこう入ってった俺も結構だからもう何人ぐらいだからもう 5,6 人ぐらい入ってった後に俺一人入ってで並んで、でついに来たのよ。一人ですかっていうね質問に対してで俺ももう全力もうあの人の真似一人ですひろしですね一人です一人ですって言い方してで俺ももうこれ決まったなと思ってでこっちの列ですって言ったら俺の前に一人ですって案内されてた妻の横に案内されたのよ。そうすることで俺は妻と合流したの結局 5,6 人せっかく開けて入ってったのになかなか一人で来る人なんていないから一人の人は一人のレーンがあるのちゃんと。なるほどそうだから俺妻がもう一人で待ってたところにただ遅れて合流しただけみたいになってでそれ妻もほって見て合流しちゃったねみたいな感じでなんかこう面白いみたいな感じで言ってきたんだけど俺はほらふざけんなよと思って哀愁漂わすために
こっちやってんのにみたいな。最悪話しかけんな。最悪のダメだろお前。死ぬ育てた愛愁。やめろお前。せっかく今大きくなってんだからみたいなんだよこれな。そう感じでやったんだけど、あんま話しかけんなみたいな。そうあんまダメ悟られるぞみたいな。そう向こうに悟られるぞお前みたいな。ダメみたいな感じでやったんだけど結局選ばれず。あいや合流しちゃったもんね。そうなのよ。もし単独で行ってたら、うんあったかもね。だからいやあった可能性ある。それぐらいの哀愁は溜まってたでしょ。そうたまたまだから俺の前に一人の人がいて、妻知らない人、俺ぐらいの並びだったら俺あったと思うんだよね。その時は誰が選ばれてたの？宮下が。その時はね2回目の時、女性だったね。一人で来てた人？でもね多分中国の方だったと思う。ペアで来てた人かな。そうペアで来てて、そうてる女性がちょっとふくよかなタイプの女性の方が選ばれて。哀愁あった？哀愁はねだからなんか日本語がさほらなかなかこう分かんないから、そのシートベルトこう引っ張ってくださいみたいなくだりがあんのよ、その閉じて、その時に全然引っ張んない女の人がいて、それがその人だ。それでもなんかそれって別に哀愁じゃねえよなって思ってじゃあなんかねそれ以外にもなんかあんだね一個ね。どんどん分かんなくなってきた。だから俺の中で悪目立ちかなっていう意見もあるじゃん。引っ張んないって、でも引っ張んなかったやつがスパイに選ばれる。確かにこれおもろいなと思って。なんかそういうのだからダメって引っ張んなかったやつじゃんってなるからそうだから俺は多分面白いなんじゃないかな。なるほど、哀愁もそうじゃん。こいつ当てたら面白そうだなってな。だからちょっと哀愁もあるもそうな一つの可能性じゃあれだけど多分面白いあると思うね。AI が判断できることじゃないと思うんだよあれは。どんどんデータ溜まっていく。そうちょっとだからまだまだちょっといろんな意見募集しますのでぜひよろしくお願いします。というわけでそろそろお別れのお時間です。この番組には皆さんが欲しい例を書いて送ってください。さなぎアドレスは mk@joqr.net mk@joqr.net です。放送終了後の土曜日午後1時からは番組を丸ごとポッドキャストで配信します。以上宮下草薙の宮下とさなぎでした。でもマジで俺人生でまだ1回目選ばれてない